こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイ、やっていきます。前回は、バスクさんが出番を失いました。シナリオ的には救出されて生き残ったはずなんですが、白っ子が突っ込んできたせいでそのままフェードアウトです。きっと田舎でいつものあのメガネつけて生きてるさ。ということで、DC ルート最終話です。なぜかポセイダルルートより1は多い DC ルート。前回思いっきり会話途中でシナリオが終わっているので、そっちを先に見るのをおすすめします。ということで乗り換え。前回ついにコウラキさんがレベル62を達成しました。おめでとうございます。念願の2回行動を獲得しました。これでガトーになんて負けませんね。2回行動できるようになっても各種ステータスガトーさんに負けてますけどね。埋められない差が大きすぎる。改造ですが、また限界を超えてる人が何人かいたので、各種調整。ついでにゼータガンダムを集中的に改造。運動性ももちろん改造しますが、メインは走行。狙われないことが大前提です。そういえば前回、ウーフェイとジョーが一応仲間になりました。一応。本当一応。仲間になってからできるインターミッション回数、1回。でもこのインターミッション、もしかしたらウーフェイとジョーに強化パーツをつけたり、改造させるためのものかもしれませんよね。いやないか。ないな。だったらそもそも火星行く前に仲間になればいいだけだったしな。チャンスはあったのに仲間になる機会を逃したウーフェイ。
撃で決める。少しはできるな。そこだ。聞くものかよ。ということでシナリオスタートです。基本的にはポセイダルルートと同じ、ハルルがハンニバルに裏切られて孤立。それと筋肉もりもり系の石川さんがしゃしゃってます。そして今回も例に漏れずトレイズ閣下とレディが NPC でいます。最終ステージゆえに、資金とかは考える必要がないので、単純にありがたい戦力ですね。というかレディが命中率 100%。重機動メカ弱すぎんか。多くの敵と戦ってきたレディなので、敵の強さを測る物差しとして非常に有用になってきています。そして今回戦艦はゴラオンです。なんかすごい久々に出撃できた気がする。前回出撃できたのはギワザ決戦のシナリオなので、4は無理ですね。間にダブルフェイクとかあったから、異常に長く感じるけど、そこまででもなかった。ちなみに DC ルート12はのうち、戦艦の自由選択ができるステージは6。つまり半分しか出れないらしいです。残りは大体ラーカイラムかエクセリオン。エレ様のサイドもだけど、エレ様が出れないとチャムも出れないので、激励までも失うという痛手が続いてました。さて、バッククランですが、なんか知らないけど重機動メカばっかりです。そしてこれとゆっくり戦うとハルルがまずいということをポセイダルルートで知ったので、さっさと片付けていきたいと思います。HP1 万3000も今となっては普通、むしろ少なめ。敵の攻撃は当たらない、味方の攻撃はレディでも当たる。射程が短い、装甲も薄め。と、パッと思いつくだけでも弱点だらけのバッククラン。なぜ最終ステージの敵として選ばれてしまったのか。イデオンの都合上最後に持ってこないといけなかったんでしょうね。そもそも物量が恐怖のバッククランが、一部隊飛ばされてきた時点でどうしようもないわけですが。まあそんなわけで、ひとまず部隊は全員マップ上のバッククランへ。デビルガンダムは、まあそのうちこっちに来るでしょう。2回行動してくるし、わざわざこっちから行く必要はないですね。今回も R&B で主に倒して、気力を上げていきます。大正義気力ゲーのスパロボ F なので、ボスアタッカーの気力は非常に大事です。食らえ。なんだと。ご覧ください。コウさんが2回行動できることにより、1ターン目から周囲との距離を離されることなく攻撃をしています。まあぶっちゃけ2回行動できるようになって劇的に変わるかどうかと言われたら、すでに周りができることをできるようになっただけなので、そんなに変わらないです。これがスーパー系とかみたいに、必中は1ターン継続だから2回行動で2回とも当てられるぜ、とか、パイロット多くて精神豊富だから2回行動でガンガン攻撃できるぜ、とか、射程短い武装がメインだったから2回行動で楽に近づける、とかなら変わったことを実感しやすいんですが、まあぶっちゃけ周りと同じように近づいて撃つようにできるようになりましただけなので、そこまで、乗り換えできる機体ってところがあれだよね。まあ新しさがないというか、ヒーローとかは4人での乗り換えしかできなかったから、2回行動が目につくけど。くれこの程度でやられるものかよ。ここまでだな。死ね。この程度の攻撃など。そしてハンニバルは相変わらず2回行動できない。雑魚はできるのに。さりげなくレッシーさんがピンチです。
ハルルの方に行かせないよう前に出たら集中攻撃されました。完全にこの二人の存在忘れてた。この二人にやられるなら、反撃で減らすのやめておけばよかった。ちなみにわざわざ反撃したのでレッシーさんはこんなに減っています。完全に頭の中の NPC はハルルだけだった。バッククランの攻撃は大体ビーム兵器です。なので、ビームコートとかアイフィールドを持ってる機体なら、ダメージもほとんどありませんね。しかし、無駄に硬い。さすがにザンザルブだけは硬いですね。デビルガンダムが結構近づいてきているので、ウーフェイで挑発を使いましょう。すっかり挑発役がビルギットからウーフェイになってしまった。だってビルギットの方が戦闘しやすいから精神コマンド使いたい。つまりウーフェイはビルギット以下。しかもゼータガンダムに乗ってるビルギット。9回行動できるようになっても、降参は降参でした。この人は本当に低命中率でも攻撃当てるかと思いきや、低命中率でも敵の攻撃に当たるな。特性能ガードでもついてるんじゃないか疑いたくなる。ひとまずザンザルブを一つ撃墜。硬い、というか HP が多い。命中率は低いものの攻撃力は高い。強くないけどただただうざいって感じの敵です。ということでまとめてケイラハイメガキャノン。前回のように外しはしない。バッククラン相手に外したら大問題です。手加減をかけたけど、そもそもそこまで減らせませんでした。よくよく考えたら今回バスランあんまり改造してなかったんだよね。これだけ撃つなら改造しておいてもよかったな。今度こそ手加減完了。これなら。しまった。直撃か。ということで今回はクリスが F91 に乗っています。クリスも気力を上げておきたいので、できるだけ敵を倒しておきたいところです。都合よく2体手加減で残っていたので、もう1体は R&B で撃墜。挑発使おうとしたら間違えて手前にあった魂をしちゃった。間違えました。うっかりで精神ポイント60消費したでこ。まあきっとちゃんと出番があるさ、多分。ザンザルブ幻滅。バッククラン唯一のめんどくさいやつは片付きました。
と音沙汰なかったゼクスさん登場です。ゼクスってもっと DC ルートだと出てくるもんだと思ってたけど、サンクキングダムにキシリアが来た時に出て以来、出てきてないんですよね。むしろポセイダルルートの方が出番が多いまである。では行くぞ。それが君の実力か。がっかりさせてくれるな。なんかちょうどいいところにいたおかげで、トレイズ閣下がレーンを狙い始めました。減らすのめんどくさかったからこれはありがたい。理想を叶えるため、トレーズ様のために戦う。一気になるな。レディが戦力になっている、と思ったら凄まじいダメージ。もらった。伊達にライトニングカウントの2つ名で呼ばれているわけではない。なんだかんだで半分まで削れました。ゼクスとトレイズ閣下様々です。アタックをなめるな。ただこの程度ではやられはせん。間違えて使ってしまった魂、有効活用できました。命中率に不安しかなかったですが、当ててくれました。ワククランの命よりかこれ以上はやらせん。おのれ。バッククランは残りはハンニバルと奥のガンガルブ1機だけなので、アレンビーに任せてもいいんじゃないかと思えてきた。残りはこのままデビルガンダム叩きに行った方がいいかもですね。戦場でよそ見をする奴がいるかよ。そんなもん。熱血かけたけどこんなもんか。武器5段階改造だから仕方ないな。当ててくれただけいいと思わないと。まあでも、デビルガンダムは残りもうそんなに多くないので、改造してあるやつなら一撃でいけるかな。ということで今回はここまで。最終ステージだし1本にしようと思ったけど、やっぱり長すぎたので断念。それでは、ご視聴ありがとうございました。